皆さん、こんにちは。よしえです。今日は初めてポッドキャストを撮っていきたいと思います。いつもはもっと真面目な感じで台本がある動画を撮っているんですが、今日は台本なしでもっとカジュアルでリラックスした感じで撮っていきたいと思います。今、私はパラグアイという南米の国に住んでいて、日常で起こったこととか考えたことを不定期で発信したいなと思っています。はい。今日は何をお話しするかというと、先日私が出会った、この人きっと日本語すごく早く上達するんだろうなと思った人についてです。先日ちょっと役所に行かないといけない用事がありました。役所に着いた時混雑していて、席で待っていてくださいねって言われました。なので私は待合室の席に座ろうと思いました。そしたらある男の人とすれ違ったんですよ。そのすれ違った瞬間にその男の人が、すいません、日本人ですかって話しかけてきたんです。で、私すごくびっくりして、はい、日本人ですって答えました。そしたらその男性は、すいません、僕今日本語の練習中で一緒に練習してもらってもいいですかって言ってきました。で、時間があったのでね、いいですよって言って少し話をしました。その人は大学で日本語を勉強していたらしくて、すごく上手だったので楽しんでね、会話をしました。そしたら5分後ぐらいに私の書類の順番が来て呼ばれたので、そこでその男性とはさよならしました。それで家に帰ってきた後にすごくね、印象的なことだったので、いろいろ思い返して考えました。彼はすごく積極的で、きっといろんなところで日本人を見つけたら、ああやって声をかけているんだなと思いました。すごく、なんていうか、見つけた日本語を勉強する、練習するチャンスを逃さないぞっていうような積極性があったんですよね。すごくね、積極性があっていいなって思ったんですよね。私も今スペイン語の勉強をすごく頑張っていて、その彼を見て、私はあの彼のようにちゃんとチャンスを生かせてるかなって思ったんです。パラグアイに住んでいるので、日常的に周りではスペイン語が話されています。でも、日本でもそうだと思うんですけど、言葉を話さずに生活するって意外と簡単にできちゃいますよね。例えば日本だったらコンビニに行くときもスーパーに行くときも別に誰とも喋らずに生きていくこともできますよね。例えばお辞儀したり、ありがとうとか、いいですとか、そのぐらいの言葉を話すことはあると思うんですけど、必要以上に喋ることがないと思うんです。パラグアイでも実際その彼と出会う前の私はスーパーに行っても挨拶はもちろんしますよ。オラーって言われたらオラーって返すんですけど、それ以上にね、誰とも別に話をしていませんでした。でもその彼と出会ってから、もっと日常に溢れてるチャンスを活用しよう
って思いました。なのでそれからスーパーとか買い物に行くときに、いつも挨拶をされたときに、挨拶をした後目をそらしてたんですけど、目をそらすのをやめました。それはね、例えばオラーって言われて、オラーって返した後、その人が自然に目を離すまでこっちは見続けるんです。ちょっと変だけど、でも大体の人はそれから質問してくれるんですよ。例えばね、昨日スーパーに行ったんですけど、スーパーのお肉売り場にいるマダムがいて、でオラーって言われたんで、オラーって返して、ずっとその方から目を離さず見ていたら、どこから来たのって笑顔で聞いてくれたんです。それでね、日本ですとか、スペイン語勉強してるんですみたいな簡単な話を5分ぐらいしましたね。すごくリアルなスペイン語が聞けていい時間でした。そんな感じで私はこの数ヶ月間、結構スーパーは喋っていろんな人と喋ってきました。だからもう店員さんとかもなんか漢字が書いてある商品とかを、ねえこれなんて読むのって聞いてきて、いやこれ中国語だからは読めないなって言ったり、なんか今日バナナ青いねとか、なんかそういうね、簡単な会話をよくするようになりました。だから毎日誰かとは会話してますね。皆さんは日常にあるそういった日本語を話す機会っていうのをうまく活かせていますか？日本に住んでいる人は、ちょっとコンビニとかスーパーではあんまりそういう会話しづらいですよね。忙しい人が多いなっていうのと、急いでる人も多いので。でも例えば結構おじいちゃんおばあちゃんとかはよく話しかけてくれる人が多いですね。自分が話してもいいよっていう空気を出していれば割と話しかけてくれます。なんだどっから来たんやとか、今日暑いねとか話しかけてくれる年配の人割と多いですね。あとはレストランに行った時におすすめなんですかってわざとメニューから選ぶのではなくて店員さんと会話してみたり、本屋さんに行った時にこの本探してるんですけどって言ってみたり、海外に住んでいて日本語を勉強している人はちょっと難しいですよね。日本に住んでいる人と比べるとリアルな日本語に触れる機会っていうのは少ないと思います。でも例えば大体多くの国で日本人って住んでいますよね。そういう日本人を見かけた時に頑張って話しかけてみるっていうのはすごくいいと思います。なぜなら外国でね、日本人って話しかけられたらすごく嬉しいんですよ。日本語を喋れる人って少ないから、多分他の国の人よりみんな喜ぶと思います。日本語喋れるの？ありがとうって必ずなると思います。泣かずに日本人を見かけたら話しかけていいと思います。他には例えば日本人がやっているレストランに食べに行って話をしてみるとか、日本人がよく集まっているパブがあるから行ってみようとか、そういうのでもいいと思います。もしくはオンラインでしか会話することがないっていうのであれば、その一回一回のオンラインレッスンをすごく大切にしてたくさん準備して話してもいいと思います。
皆さんと同じように私も言語学習者なので、そういう毎日のね、ちょっとした積み重ねを大事にしていけば、きっとどんどん上手くなっていくんじゃないかなと思います。はい、今日はこんな感じで、早く日本語が上達する人についてお話ししました。初めてなのでね、ちょっと、難しかった。どうやって話したらいいかなとか、ちょっと聞き取りづらいところがあったかもしれないんですが、楽しんでもらえていたら嬉しいです。今日の動画はいかがでしたか？こういう動画いいねとか、また見たいと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価、そしてコメントも残していってもらえるととっても励みになります。インスタグラムもやっていますので、そちらもフォローしてもらえると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。